販売枚数1万着突破。ジェッタ公認。オリジナル T シャツウェア。3分で注文可能です。はい。いやー、深い。超頭が結構ハテナになる。皆さん、こんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとですね。やすんです。こんにちは。たきしです。恐縮です。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。超大物 YouTuber が千葉に来てくれました。ワールドラバーマーケットに来てくれました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、たきしさんの YouTube のチャンネル下の方に概要欄載せてますので、ぜひですね、皆さん、たきしさんの特にショートに特に力を入れているということで、はい、非常に面白いショートを上げられているので、ぜひ。ショート系です。でね、たまに試合も上げられたりして、はい。はい。なので、ぜひ皆さん、見てみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。たきしさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。たきしさんが研究してこうやってきたサーブ戦術があるっていう話をちょっと今回聞きまして。はい、あと、僕どっちかっていうと、中学校、高校の時は、やっぱ市の大会で、1回戦負けするような人間だったんですけど、だけどちょっといろいろ工夫することによって、社会人になってそれなりに勝てるようになったっていうのが、やっぱいろいろ研究した結果っていうのがあって、だから結構個性的な独自の戦術、心理戦みたいなところが多いと思うんですけど、多分当てはまる人当てはまらない人が結構分かれると思うんで、ちょっとそこをご了承の上で、動画を見ていただければと思います。ありがとうございます。やっぱ技術では他の上手い選手にかなわないんで、ちょっとそういう地味なところをちょっと動画にできればと。そう重要な場面なんで、ぜひお願いします。お願いします。チラ見サーブって書いてあるんですけど、チラ見サーブなんですか？よく試合でたまに相手がチラってフォア見てくるとかあるじゃないですか。これちょっと心理的な部分なので、正直レベルによって、どっちにするって選択が変わってくるんですけども、中級者ぐらいのレベルだったら、自分がサブ側の時に、フォアにチラ見した時、相手は多分、バックに来るって思っちゃうんですよ。だから僕は、フォアにチラッと見た時は、逆にそのままフォアに送ります。これめっちゃ効くんですよ。そのまま来たみたいな感じですね。はい。はい。で相手は気づいたけど、でもそのままそっち来たみたいな。はい。もうポイントは、本当に、相手がちょっとチラ見したなって思わせるぐらい、もうこれぐらいでいいです、これぐらいで。本当ちょっと見るぐらいな感じですね、本当に。はい。で、そしたら、相手としては、あれ、今、フォアチラ見したから、これ逆をついて、バックロング来るだろうなって相手は思っちゃうんで、僕はチラ見して、その一周、裏の裏を書いて、フォアロングを出したり、フォア前に出したりします。はい。はい。ああ
じゃあ2つ目なんですけど、はいだから一周回って巻き込みサーブって言って、その中級者からちょっと勝ち上がるレベルの話なんですけども、なんか、ある程度、初級者抜けて中級者ぐらいのレベルの人って、こう、サーブにフェイクが入るじゃないですか。特にフォローする。その下回転を出したときは、こう上に振り上げて、で、上回転系を出すときは下に下げるみたいな。僕がレシーブ側に立ったときに、こう、相手がこう振り上げたら、あ、これ下回転だな。逆に相手が下げたら、あ、これ上回転なんだろうなって思っちゃうので、自分の場合は、上回転を出したら、上に振り上げて、で、下回転を出したら、下に下げるっていう。だから、逆の逆というか、相手の心理を逆手に取って出します。上に見える上回転、下に見える下回転っていうのは、よく使います。これ、本当に、上級者レベルになると、やっぱ、その弾道だったり、その雰囲気だったり、結構見極められるんですけども、意外とこのサーブがやっぱ要所のところで効いてくれるというか。で、巻き込みサーブの方が、やっぱ、その体の構造的にこの動きがやりやすいんで、だから巻き込みで、相手の心理を逆手に取ったサーブをよく出します。終わり。いや、思いっきりやるぞ。終わり。いや、思いっきりやるぞ。わ上わ上3つ目はコースを逆につくサーブっていうことで、はいシンプルにフォアかバックにサーブ出すってなった時に、みんな多分回転をごまかすことに意識が行き過ぎて、多分コースをごまかすことにあんまり比重を置いてないというか、バックにロングサーブ出す時は、ただただこうやって正直に出すんじゃなくて、ラケットを、なんか、イメージ、ここじゃなくて、テイクバックを、この辺から出して、ここからこう行くみたいな。こうすると、これグッチーさんに結構聞いてくれたんですけど、違いましたね。これ、こうすると相手ほぼ回り込みできなくなるので、サーブで逆をつこうって思う意識があるだけで、結構大事なところで点取りやすいなっていうのがあって、これも3つ目として紹介させていただきました。おお1、ゆっくりしてよ。超1、ゆっくりしてよ。超4つ目が巻き込みのフォアにロングサーブって。はい。滝さん、僕相手にこの構えで来ると、フォア前かバックロング、たまにバック前にしかないと思ってて、シンプルに巻き込みでフォアロング出す人ってほぼいないなって思ってて、だからフォアロング効かしたいなって思うとき、みんなどっちかというと、こういう、こういう上ロング、ナックルロング、下ロング出すけど、
巻き込みサーブの構えからそのフォアロングを出すと、相手全然警戒し、相手フォアロング警戒しないんで、結構それでサービスエース取れるってパターンが、ただやる人が少ないだけ。いや、間違いないですね。少ないですね。いやー、深い。あともう一つサーブの時に意識してるのは、この YG 打つ構えから、これをやめて途中からこういう風にいったんですけど、これ別にしゃがみ込みサーブから普通のノーマルサーブでもいいんですけども、例えば投げ上げにしたりとか、めっちゃ構える時間を長くしたりとか、なんか何でもいいからとにかく変なことをやると、相手としては何が来るかわからないっていう風になって、絶対相手まずこれは確実に入れに行こうっていう風になってくれるんですよ。だからそれでナックルのショート系をいろんな変なモーションから出せば、相手ほぼその無難につないでくれるので、3球目の戦術、3球目から有利な手が取りやすいなってことで、結構僕もテイクバックで変なことするぞからの普通のサーブみたいなのはよく使います。ギャップでいいっすね。こんなかはてね。超頭が結構。おい。超おい。超海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。